真っ白なハーフデイポーチがついに登場します。こんにちは、トバログです。白いガジェット好きの皆さん、お待たせしました。 SNS ではねちらほらと見せていたんですが、ついにこの真っ白なハーフデイポーチが発売できることになったので、これについて今回紹介していこうと思います。ちょっと前にこの白いハーフデイパック C っていうのを出させてもらって、これがね意外にも好評だったっていうところで、じゃあポーチも同じ素材同じカラーを作ろうっていう流れからね、このねガジェットポーチが出来上がった形です。名前はハーフデイポーチ C っていうんですが、真っ白なガジェットで揃えたい、カバンの中身を統一していきたいっていう人にねかなりいいガジェットポーチだと思うので、これはねぜひちょっと最後までチェックしてみてほしいです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで改めてこちらが白いハーフデイポーチ、ハーフデイポーチ C ですね。いやこの雰囲気良くないですか？ずっとガジェットポーチのカラーだけなんとかしたいっていうね感じだったんですが、やっといい感じの自分好みのスタイルの雰囲気のガジェットポーチが作れて、これはめちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じで、ここがねナイロンとかではなくてカサカサとしたちょっと硬めの風合いの、帆布素材っていうんですかね、キャンバス地っぽいような帆布素材っぽいような、そういう感じの生地を採用していて、でこの上を開けるとここにファスナーがあるんですが、うるっとしたねファスナーをガシッと開けるとこんな感じでいろいろなアイテムがガバッと収納していて、こんな感じでしっかりと開いてくれるっていう、そういう感じのスタイルで使うことが前提ですね。例えばカフェとかオフィスとか自宅でも使うんだけど外でも使いたいっていうアイテムをたくさんこの中に忍ばせておいて、こんな感じで PC をデスクで開いた時に、横にねこうやってガバッと広げて、いつでもこう中のものにアクセスしやすいような雰囲気でこう使うっていう感じで構築しています。このガジェットポーチに関してはもともと動画でも紹介していたんですが、このね黒いハーフデイポーチ、これがベースとなっています。表面の素材はこんな風にね、なんかこうぐにゃってくしゃっとした時に自然なねこのシワができるんですよね。これがすごく好きで、これを白でも再現したいなっていうところでなんですけど、なんか本当にただこれを白にしようとすると意外と難しくてですね、ちょっとなんかそこで難航したところもあったんですけど、最終的にいろいろと素材を試して行き着いたのが、帆布系の素材だったっていうイメージですかね。この黒いハーフデイポーチについては前にもねこんな感じで動画を撮っているので、詳しくはそちらを見てもらえると嬉しい。やっとなんかねトーンが白で揃えられたっていうところで、この辺の違いとか構造みたいなのも紹介していきます。ファスナーに関してはこれは白いハーフデイパックと同じサムスン製のものを採用してます。結構ねこのヌルヌル感というか滑らかさがハーフデイパックの時にすごいいいなと思っていて、同じものをぜひ採用したいなっていうところで、この、カラーというかこれを採用してるわけですね。ハーフデイポーチが止水ファスナーなのにここは止水じゃなくていいのかっていうねちょっと疑問も出たりはしたんですけど、やっぱ基本リュックに入れて使うものだから雨に濡れる想定ではそもそも作ってない、デザイン的に止水ファスナーの方が合うから止水ファスナーにしてるっていう感じだったんですけど、やっぱね白に止水ファスナーを合わせると結構トーンがだいぶ変わっちゃうんですよ。なのでちょっと止水ファスナーはやめようっていうところでシルバーのファスナーを採用しています。こっちはナイロン素材で違うファスナーなんですが、結果的になんかね視認性もすごく良くなったし、こっちにねアクセスする時にもめっちゃ滑らかにこう開閉ができるから、これはすごいいいですね。であともう一つ特徴的なところで言うとデザイン的な感じなんですが、ファスナーにはヌメ革を採用してます。これめっちゃ良くないですか？ヌメ革をこんな感じであしらった白いガジェットポーチ、かわいいっていう感じなんですが、でちょっと中に物が入った状態なんですけど、一旦開けるとこんな風なメインポケットになっていて、この一番大きいポケットには、かさばりやすい USB-C のハブとか、
こういうね 100W 給電に対応したような大きめの充電器とかワイヤレスイヤホンだとか、そういうのをねこんな感じで入れていて、でポケットとしてはここがね中身の見えるメッシュ素材となっているんですが、これをこうガバッとグイッと開けると、こっち側は比較的形が大きめなものとか不安定な形をしているものを収納してます。今だとねそんなにそういう大したものは入ってないんですが、例えばスマホスタンドみたいなやつとか、こういうちょっとなんかそのまま入れとくの怖いなみたいなのをこっちにねこうやって収納したりとか、そういうのができる比較的膨らみの大きなこのポケットが備わっています。でこういう形がいびつなやつとかをガバッと入れても、ここのシワでね吸収してくれるので結構自然な風合いになるんですよね。そこがすごい気に入っています。でこっち側はカード系のデバイスを入れるところで、こういうねこの間から紹介してる 5000mAh のモバイルバッテリーとか、あとはこれ普段作業用で使う三脚なんですけど、こういうね三脚みたいなのも、あとは小さめのノートとかですね。この間ポケットの中身動画でも紹介したアイテムたちなんですけど、基本はねバックパックに入れていくときはだいたいポーチに入れてかさばらないようにしています。でこのポーチのメッシュもこんな感じ、結構ね硬めのメッシュ素材で、この風合いもすごくいいです。なんか安っぽくない。でそれなりにクレジットカードとかポイントカードの枚数も入るので、ガジェットだけじゃなくてちょっとしたねそういう紙系の文房具とか、そういうなんかホチキスみたいなの入れても良さそうです。でもう一つねポケットがあって、こう開けるとここは結構薄型のものを収納するポケットですかね。こんな感じで僕はケーブル類をまとめてここに入れていることが多くて、短いサンダーボルトっぽいやつ、動画編集には絶対欠かせない有線のイヤーポッツ、最近好きで持ち歩いてるエアーポッドナノ、あとはいつも使うわけじゃないんだけど結構研究で入れておきたいケーブルだったりとか、有線で使いたい時とかに使える USB-C のこういうのとかね、そういうのを入れてます。何を入れてもいいと思うんですけど、ここはね一つだけ仕切られてるメッシュがあって、ここになんかケーブルをこうぐるぐる巻きにして広く薄く収納するっていうのがね結構いい感じです。ここもね比較的いろいろ入るので、ちょっとしたなんかサブスマホを入れたりとか、あとパスポートサイズぐらいのメモ帳とかだったら入るので、そういうのをね収納してもいいのかなっていう感じ。実はまだ触れていないファスナーがありまして、これは実はポケットではなくて、よいしょ、こんな感じで一周するとガバッと緊急時に拡張できるようになっています。ここを開けるとこんな感じで、ここのメインポケットの容量がかなり大きくなるっていうものですね。で例えば旅行に行く時にモバイルバッテリー大きめのものを入れたいっていう時とかにね、このポケットが結構役立ってくれて、例えばこういうガボッと2万ミリアンペアワーの大きいモバイルバッテリー入れたりとか、今日ちょっと Vlog 撮るかもなみたいな時とかに、ここカバーつけた方がいいと思うんですけど、こんな感じでガバッとねVlog 系のカメラを収納したり、ライブ配信するぞっていう時にこういうねマイクを足したりと、普段の持ち物にプラスアルファしてなんか大きめのガジェットを入れていきたいっていう時に重宝するポケットですね。ガジェットポーチって結構選ぶの難しくて、日常的なガジェットだけじゃなくて旅行に行くような大きめのガジェットを収納したい時もあるんですよ。その時にポーチを2つに分けると、あれどっち入れたっけとかなっちゃうので、僕はね1箇所に収納しておきたい派なんですが、もともとハーフデイポーチの思想がやっぱこの広がるガジェットポーチっていうねイメージがあったので、その広がるっていうところをこのハーフデイポーチ C でも継承しています。結構ねまるっとでっかくなるんですが、使わない時はこんな感じでビーッとやっておくと、見た目としてはこっちの方がいいかなっていう普通のシンプルなガジェットポーチに元通り、こんな風に用途に応じていろいろなガジェットをしっかりと収納してくれる。そして見た目には結構ガジェットってやっぱガジェットだなっていう雑然感があるんですが、これを全てポーチにしまうとはいっていうところで、いろんなガジェットがこのポーチの中にガバッと収納されてしまったわけですね。
ポーチがこういう白の風合いだとガジェットポーチが真っ黒よりも持ち物のまとまりがすごく良くなっていい雰囲気になっていくと思います。これらのアイテムをこのハーフデイパックにさっと収納していくのもすごくいい感じ。ハーフデイパック C にハーフデイポーチ C も合わせてこんな感じで持ち歩くのも良さそうです。はい、というわけでこのハーフデイポーチ C 発売は5月19日の午後6時からスタートというところで、この動画が公開されている頃にはもう発売されていると思います。ぜひね、皆さん概要欄の方にリンクも貼っておくのでチェックしてみてください。持ち物は全部黒で揃えてるんだっていう人はハーフデイポーチの黒版もありますので、ぜひそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。あとトバログではトバログペーパーって言って自分の持ち物についていろいろ書いているエッセイもね出しているので、こちらもハーフデイポーチ C を販売しているドリップのページで購入ができると思うので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいです。概要欄の方にリンク載せておきます。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。